はい、今日はコミュニケーションについての授業です。はい、大事なコミュニケーションの授業です。相手と自分の意見が違う時のコミュニケーションです。はい、前回から新しくなりました。はい、じゃあまず大事なことが3つあります。順番にいきます。はい、1つ目、はい、意見と人格を別々で考える。これは相手の場合も自分の場合も両方です。つまり自分の意見を否定されたからって言って人格が否定されたように思わないこと。で、相手の意見が間違えてるからといって相手の人格を否定しないこと。ね、大事。これ一番大事だから一番上です。次にやることは違う部分がどこにあるのかを考えること。ちょっともう一回後にこれはいきますね。で、どこが違う部分なのか考えることと同時にどこが同じかを考える。これも大事です。要は相手と自分のどこの部分は一致しているのか理解することによってこの最後のここに繋がっていきます。はい、これです。重要なことは、はい、どこが違うのか、つまり価値観が違うのか、前提知識が違うのか、目的地が違うのか、手段が違うのか、これによって対応が変わります。じゃあ例えば一番簡単な例からいきます。じゃあ価値観からいきましょう。じゃあ価値観が違う場合、つまりそもそも求めているものや考え方全てが1から違います。1から違う場合、違うのが当たり前です。そもそも意見が同じだったからきしょいです。何かおかしいことが起きます。違う状態を受け入れてください。これはそういうもんです。諦めましょう。はい。だから、あなたの意見はそうなんだね。いいね。私の意見もこう。いいね。よかった。で、これ終わり。わかりましたね。はい。次。前提知識が違う場合。つまり、自分の持っている知識と相手の持っている知識、自分の持っている情報と相手の持っている情報が違う場合、お互いに情報交換をしてみましょう。要は、自分はここまでは知ってるけど、こうじゃなかったのっていうそういう疑問を持って相手に聞いてみることですね。そしたらもしかしたら要はよくあるこれの分かりやすい例が勘違いしてたっていうやつですね。これは前提知識が違ったっていうのは勘違いしてたわ。こうやったんや。じゃあこれで合ってたわっていうようなことがありますので、前提知識の違いがあるかもしれないんで、ここをちょっと聞いてみましょう、相手に。はい。自分が聞くのもありです、これは。で、次です。目的地が違うとき。つまりこれは前提知識と少し被ったところがありますが、やりたいことが違うという時ですね。はい。それは意見は変わります。それはそうです。だから目的地を揃えましょう。目的地が揃わないと意見は変わります。さて最後、手段が違う時。この手段が違う時っていうのは、そうですね。要は、どっちの方が優れた意見かはこの際わからないですけど、これが一番厄介です。要は、自分の今回持っているやり方の意見と相手の持っているやり方の意見、どっちのがメリットとデメリットが大きいのかっていうと比べて、それで評価し合わないといけないんで、でも一番これは優しい問題ではある。ただでも失敗したら友達が減るかもしれない。これはだから一番難しいことはそう。手段が違うときは他の全部が揃ってるとも言えるので、あとはここだけ、頑張ってください。はい、以上です。ありがとうございました。